長野県の標高1500メートルに広がる山岳景勝地。古くから神が降り立つ地と語り継がれたことがその名の由来とも言われています。ここは上高地。透き通る梓川の流れとそれを見守る穂高連峰。豊かな自然が育む生態系はまさに神秘の世界です。美しすぎる。本当に絵に描いたような景色だね。長野県には上高地だけでなくまだ見ぬ景色が広がっています。こんなにも感動させられるのなんでだろうって思いながら、よかったな。さあ、清らかな水と山の国信州、長野県の旅が始まります。着きました。ここは長野県の佐久穂町っていうところで白駒の池だね。そうだね、白駒池って書いてあるね。ここは苔と原生林のすごいところらしい。日本一の苔の森だって言ってたね、ここは。すごい。じゃあ早速行こう。行きますか。うん、行こう行こう行こう。すごい。これは緑が強いね。ねえ、もう入り口からさ、苔がさ、いろんな木に茂ってる。もののけの森に行ったらさ、もっとすごいのかな。肌寒いね。肌寒い。さっきちょっと下ではさ、うん。日差しがあったらちょっと暑いかなって言ってたのに。だからよ。結構寒い。ねえ、結構寒い。この中寒い。静かだね。静か、めっちゃ静か。結構さ、歩きやすくない？うん。これちゃんと整備されてるからさ。あ、本当だね。本当だね。うん、歩きやすい。ここになんか生えてる苔とか、なんかルーペとか虫眼鏡を持ってきてこうやって見たら、なんか苔って一緒になんか全部一緒に見えるさ。だけどあれで近づいたら全然違うらしい、一つ一つ。ここに512種類の苔があるらしいよ。まず苔が512種類もあったなって話だけど。ねえねえねえ。本当だね。こっち綺麗だよ、左ね。本当だ。なんかさ、これすごくない？木が浮いてない？木が浮いてる？ほら、ああいうのとか。ああ、本当だね。穴開いてるっていうか、なんか根っこが下に間があるっていうか、うん、こうボコボコしてるね、こうなんか。うん、ボコボコしてる。なんだろう、面白い。本当だね、すごいね。今は6月の初め、ちょうど梅雨の直前ぐらいだけど寒いね。寒い寒い。うわ、こっちすごいよ。すごいね。本当にずっとなんか緑の絨毯って感じだね。なんか木と木のこの高さも結構あるし、本数も結構多いからさ、空は晴れてるんだけど、あんまり光入ってきてる感じしないね。なんかさっきから明るくなったり暗くなったりしてる。さっきさ、ここに512種類の苔があるって言ったけどさ、全世界にはさ、何種類の苔があると思う？1500とか5000とか。正解は2万種類でした。分からん。苔2万種類あるらしいよ。2万種類あるんだ。そう。すごいよね。日本には1700から1800種類が日本には生息してるみたい。そのうち。だからここ512種類あるから、日本の4分の1の種類の苔がここに生息してるみたい。すごいよね。すごい。確かにそう言われたらさ、種類なんか違うかも。ね。ビチビチだよ。ビッチビチだ。これすごい。ね。あ、これで分かるもんだって。1、2、3、中に4種類は。あ、本当だ。意外と本当だ。意外と違うね。なんかキノコみたいなの生えてる。本当だ。すごい。池だ、池。おー、すごい。おお、すごいね。すごい。おお。あ、結構水透明だ。本当だ。綺麗。
本当だね、透き通ってるね。ねえ透き通ってる。綺麗だ。標高2000メートルだこれ。ね。2000メートル級では日本一大きいって言ってたんだっけ？池が？そう、高い標高にある場所で一番大きいって言ってたね。もっとさ、ちょっと小さいかと思う。ね綺麗。え、すごい綺麗に反射してる。ね苔がメインだと思ってたけど、え。池もすごいね。ねえ。ここ来るとなんかニュージーランドのボブズコブトラックを思い出す。思い出すね、うん。本当に。こんな感じだったような気がする。うんうん。いいね、まだまだだよ、まだまだ。って本当だ、大きいね。歩こっか。おお、ボート乗り場？本当だ。おお、これ大丈夫なのかなって思うぐらいだ。本当だ。開けてみようか。おー。怖いけど。おお、綺麗。すごいね、ここ。あ、なんか下さ、そんなに深くないんだね。本当だね。うん。まあ、池だもんね。そうだね。すごいね、絶景だね。絶景だ。あ、でもやっぱりね、ニュージーランドはすごい。あそこにドーンって山があってさ、湖めっちゃ青かったもん。うん、おお、揺れた。船が突進してきた。もののけの森ってもしかしてこの辺かな。なんか藻がさ、あ、本当だ。藻じゃない、すごね、苔だ、んか苔。うん、苔がなんかすごくなってきた。本当だ。おお、入ってるのかな。なんとかの森入ってるのかなっていう看板はないね。ないね。ね。深まってる感じだね。苔ねの密度が。ね、この辺特にそうじゃない。ね。うん。おお、なんか道が狭い。本当だ、狭くなってきてる。比較的歩きやすい道だね。うん。平坦な道というか。うん。結構年配の方でもね、歩いてる方ねいるもんね。もののけの森はもう過ぎたのかな。多分一瞬だったんじゃない。さっきのすごそうだったところがもののけの森だったのかな。うん、多分。確かに密度はすごかったね。どこどこの森っていうなんか看板がないからそうなんだよね。わからない。どこもすごいけどね。なんかいつかさ、うん。キャンプしてみたい。キャンプ？キャンプ。ここで？あ、ここではちょっとちょっと怖い。寒いんじゃない？寒いし怖いけど、あれ？ねえねえ、こっちがさ、もののけの森かもしれない。あ、すごい。おー、綺麗。おあ、全然違うこれ。ー、これすごいね。うん。苔が生き生きしてる。うん、素晴らしい。本当にもののけ姫が出てきそう。あ、書いてるここに。わからんこれ。あ、本当だ。ここだったんだね、やっぱり。うん、やっぱここだ。絶対ここだと思ったもん。分かったよ、ねそれ。うん。すごいジブリの世ね。界にいます。本当だね。うん。モコモコっとなったところに苔がたくさん生えてるの。うん。すごいね。自然って本当にこんなに美しい景色をさ、ね。作れるんだね。なんかところどころ本当に穴があるからさ、うん。そこにもののけ姫に出てきたさ、白いこんなやつがさあれが
住んでるんじゃないかなって思う、本当にそういう世界観だね。世界観、本当にそういう世界観。屋久島ってどうなってるんだろう、逆に。もっと気になるすごいのかね。気にも。なるね。お、光が入るとこまで来たね。光が入るとこまで来た。うん。あったかい。あったかい。太陽の光って大事。あ、本当だ、あったかい。本当だ。全然違う。あったかい。あったかいあった。かい。行こう。あ、着いた。御社会池です。さあ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 、駐車場からちょっと見えたんだけど、わあ、なんかでも綺麗なのがわかる。お、本当だ。うん。いや、まだ見せないよ。みんな待って待って。まだちょっともっといいところに行ってから見てほしい。おー、すごい。あ、綺麗。これ角度、確かに向こうの辺であ、本当だね。見たらものすごい、すごそうだ。綺麗そう。行きます、皆さん。3、2、1。綺麗だね。すごいね、これうは。ん。これ人間が作ったため池？みたいなね、農業用ため池って言ってたね。うん。鉄分が多くて酸性だから魚を住めないんだって。あ、そうなんだ。だから水面がほとんど揺れてないんだって。へえ。ここは東山海さん、画家の方が緑響くっていうこの御社会池をモチーフにした絵がね、美術館に飾られてるみたい。白い馬が。そう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 。あそこにポツンといる絵。あー、いいね。行くか。結構大きいこれ。ね。大きいのにかき揚げも大きい。すごいね。めっちゃお腹いっぱいになりそう。それでセットで1800円で。そう、安い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 。かぼちゃほうとう。かぼちゃほうとう。うわ。でかい。うわ。あ、いい匂いする。おお、結構太いねこの麺。本当だ。食べるよ。きしめんがめちゃくちゃぶっとくなった。うどんを平たくしたような感じ。温まる。これ冬めっちゃいいね。ね。すごいいろんな食材が本当に入っている。おぼっこもこんな感じらしい。おぼっこが一応長野の郷土料理。こっちのほうとうは山梨。山梨の郷土料理。これ大きすぎてどうやって作ってるの？いくよ。パリパリでソースが美味しい。あ、ソースがかかってるんだね。ソースかかってる。食べても食べても2人で1個でもいいぐらいぐらいで、かもしれない本当に。今立石公園に来ました。こっちが諏訪湖見えるみたい。たくさん本当に人がいるいいスポットなんだろうね。君の名はの
モデルになったんじゃないかと言われている。そう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 。信州で一番大きい子って言ってた。あ、諏訪湖。うん。ちょうど夕暮れ時か。うん。いきますよ。すごい。いつも思うけどカメラでなかなか伝わらないよね。みんな夕日が落ちるのを待ってます。諏訪大社の神様が諏訪湖に住んでるって言われてるみたい。ああ、諏訪大社の神様は水の神様って言われてたらしいからね。そう、冬になると諏訪湖って凍るみたいなんだけど、うん、この一面が凍った時にうん、巨大な割れ目ができるんだって。それを御神渡りって言って神様が湖を渡った後ってされて、700年以上前からそういう記録が残ってる。へー。写真見たけどすごかったよ、本当に。見た？見た。ブーってなってたね。見た。そう、びっくりした。あ、そんなに凍るぐらい寒くなるんだと思ったね、こんなでっかい湖がね。すごい。今日はいい景色を見たね。本当にいい景色を見た。行きますか。うん、行きましょう。ありがとうございました。190円だった。190円。うん、安いね。駅から数分でね。おお。善光寺の大門に着きました。こっちまで来たらちょっと参道感がある出てきたね。うん、もう全然駅から出発したところはもう普通にビルが立ち並んでて、うん全然そんなことなかったけど。なかったけどね。この辺来たらなんか古い建物と明治時代とかに建てられたような建物がありそう。石畳綺麗だ。これ石ね、白くてね、ね、ずっと続いてる。お、もうすぐ近くだ。本当にいいところに置いたね。うん。ちょうどのところだ。ここの通りはなんかカフェとかお土産屋さんとかあるって言ってた。本当だね。うん。見て、山頂。あ、何これ。109メートルごとに置かれてる長さをって。表してるのか。そう。参道をね表すあそこから一丁から。そう駅の前から一丁は善光寺の中にあるから二丁と一丁は存在しないけど。あ、そうなの。そうへえ。善光寺の入り口に着きました。おお、綺麗だね。ね、綺麗だね。ここ泊まれるところもあるらしいよ。お寺みたいなのを泊まれるようにしてる。そうらしいよ。それすごいね、いい体験だね。あ、出た仁王像だ。わあ、すごいね。かっこいいね。おお。パワーが感じるね。筋肉すごいね。ムキムキだね。お腹もさ、シックスパック以上のパックがあるよ。かっこよかったね。ね、すごかった、迫力が。仁王門過ぎたら食べ歩きゾーンだ。めっちゃたくさんある。中店が。ね。綺麗だね、ここ。今回は何がしたいかって、ここの食べ歩きで。おやきの食べ比べをしたいと思います。おやきね。そう、前回、そう、太宰府天満宮で梅ヶ谷餅。あ、そうだ、梅ヶ谷餅だ。梅ヶ谷餅の食べ比べ。今回はおやき。いろんなバリエーションがあるから、なんか食べ比べっていうのもあれだけど。あ、そうかそう、味が違うからね。全く同じものじゃなくて、味が違うおやきをいろんな食べてみる感じか。食べてみる。そういうことね。じゃあ早速どこのおやきから食べようか。ね、お目当てはあるの？ある。一つ目ありました。いろは堂さん。いろは堂さんのおやき。おやき。何のおやき食べる？どうしようか。あ、そうか。味をね。いろいろある。野沢菜。野沢菜がシンプルなのかな。かな。
切り干し大根なんかもあるんだね。ね、美味しそう。野沢菜行く？そうだね。野沢菜にする。うん。王道の野沢菜食べてみよう。ありがとうございます。うわ、美味しそう。あったかい。カツオ焼き。あったかくしてくれたみたい。いただきます。美味しそう。もちもちだ。うん。美味しい。美味しい。もちもちだ。野沢菜たくさん入ってるね。もちもちしたまんじゅうの中にお野菜が入ってる感じ。ぎっしり詰まってるね。野沢菜もあんまり普段食べないよね。食べない。長野が名産なんだけど。らしいね。美味しいこれ。好きかも。あ、そう。肉まんの外側にちょっと似てるね。肉まんの外側にぎっしり詰まってる感じ。ぎっしり詰まってる。野沢菜美味しいねこれ。美味しい。早速一個。感です。次はなんかネギ味噌チーズが有名らしい。ネギ味噌チーズのおやき。おやき。一気に変わるね。一気に変わるけど気になるよね。来たよ。なんかさっきのさ、いろり堂さんと全然違う。全然違うね。これはネギ味噌チーズ。ネギ味噌チーズ全然。そう。こってり系だね。なんかテカテカしてる。ね。美味しそう。絶対美味しそう。絶対美味しい本当に。見てみますか。食べてみる。あ、熱い。あ、そう。焼いてくれるんだねその場で。熱々。焼いてくれた。そうだから焼きたてなのこれ。熱い。おお。あ、確かに熱そうだ。美味しそう。熱っ。さあどうでしょうか。熱そう。チーズだもんね。美味しい。ネギ味噌チーズ味。好き。あ、そう。さっきと違う。さっきよりもちもち感が増してて。お、増してるんだ。さっきは肉まんに近かったさ。これ本当に餅。餅に近い。餅に近い。チーズも入ってるから余計かも。なんか餅チーズボール食べてる。餅チーズボール。ちょっとリンゴっていうのがあったから。リンゴのおやき。そう。気になったね。気になった。泉屋さん。そう。食べてみよう。甘いおやきだ。美味しい。合うの。合う。美味しい。シンプルなおやきだね。なんかこっちは。なんかアップルパイのサクサクがもちもちになった感じ。美味しい。めっちゃアップルパイだ。でしょ。このおやきって何でも合うね。なんでも合うね。いいね。迷うな。私の中でどこが一番好きなんだろう。それも美味しい。美味しそう。美味しそう。これはカスタードアップルパイ。カスタードアップルパイ。450円。信州のリンゴを使った。美味しそうだね。いただきます。美味しい。サクサクね。カスタードたっぷり入ってる。美味しそう。カスタードめっちゃついたわけでもないね。リンゴパイがメインで、カスタードがちょっとアクセントになってるみたいな。引き出させてるよね。リンゴの味が。いろいろあるよ。いろりで焼いてくれるお店。美味しそう。熱々って言ってたよ。なかなか食べれないな。おやき、焼きおやき。なんか結構硬いよ。硬い。いただきます。ちょっと割ってみる。野沢菜のおやきです。でももちもちしてる。美味しそう。ぎっしりだ。ぎっしり詰まってる。そう。いただきます。
こっちはおやきがゴロゴロしてる。あ身がさっきより粗く刻まれてるかあ、中身が。ら。見てみて。本当。こっちは外の生地はコッペパンというか。野沢菜のおやき好きかもしれない。美味しい。美味しいよね。おやきめっちゃ食べたね。お、ここか。ここだ。これか。食べ歩きを終えたらこっちにありました。馬がひづめをここの穴に引っ掛けて馬を返して徒歩で入ったんだって。源頼朝が善光寺に参拝した時に、ここから奥は馬を返して徒歩で入ったと言われているんだって。間抜けな馬だね。こういう穴がさ結構あったってことかな。確かに余ったら痛そう。痛そう。見えてきた善光寺が。本当だ、立派だね。今回はなんで善光寺に行きたいと思ったの？善光寺はね、一生に一回は一生に一度は善光寺っていうそう言葉がそう。だから来たかった。来てみれば一生に一度はと言われたら。そうだからなんかここでお祈りしたら天国っていうのが約束されてるって。だから一生に一度は善光寺って言われてるらしい。もうみんなを受け入れるから。身分性別問わずみんな受け入れるって言ってたね。そう。おお、すごいね。立派だね。立派だ。あそこの善光寺の看板に鳩が5匹と牛がいるらしい。善の上の部分とかね。そう。牛は見える？牛はわかる？牛。鳩が1、2、3、4、5匹いるって聞いて、牛もいるんですよ、あの中に。牛いないよ。いるよ。どちらかというと善光寺のなんか善の字が牛っぽい。そうそれらしい。確かになんか牛っぽい雰囲気が出てるね。でしょ？そう言われたらね。なんで牛かって知ってる？知らない。私が見たのは川で意地悪なおばあさんが洗濯してて、牛がその洗濯しているその布を引っかいでもうそのままこの善光寺まで走ってきたわけで、それをちょっと待ってってそうやってここに来て、それで改心したっていう話。そのおばあさんにだからっていう逸話があるんだね。そうだから牛。面白いね。いろんな逸話があるんだね。いろんな逸話があるみたい。すごい絵馬がある。絵馬善光寺の。本当だ。すごいね。なんかしっかりしてるやつだね。音もいいよね。さあそして見えてきましたよ、国宝が。綺麗だね。すごい。なんか重厚感がある。なんか太いっていうか。太いっていうか。ズンってなってる。なんかズドーンってなってる。ね。善光寺は日本最古の仏像が安置されてるって言ってたね。そうなんです。しかもそれはもう一回も誰も見たことない。知って聞いた。絶対秘仏っていうらしい。そう。天皇さんとかも見れないって言ってたね。すごいよね。そう。それがここにあるんです。ちなみにあれらしいよ。なんで善光寺っていうかっていうのは、絶対秘仏を日本に持ってきた人が本田義満さんの義満っていう漢字が善光っていう感じだから。そういうこと。義満さんのお寺だから善光寺みたい。面白いね。人の名前みたいね。なんかよく地域の名前とか、よく場所の名前とかよくあるけど、ここは人の名前なんだ。人の名前みたいな。歴史あるね。ね、面白いよね。ここから先は撮影がダメみたいだから、五階段巡りっていうところがあるから、ちょっとそこに行ってみる。五階段巡り。また詳細は帰ってきてから。教える。めちゃくちゃきらびやかだった。ね。なんか結構奥まで行けたよね。
奥にごとかの本尊とあとここを建ててくれた本田義満さんのそうお参りできるところがあったね、もう階段巡り、なかなか真っ暗で、鍵を触りに行くっていうのがまずこう階段巡り。そうでこの鍵を触りに行くんだけど、この鍵の真上にその誰も見たことない、絶対秘密のね、祀られてるそこの下でこう天国とこの世の扉の鍵をこうガチャガチャして、お祈りしながらガチャガチャしてきたんだけど、そこまでたどり着くのが真っ暗で、怖かったよ、右手で壁を触りながら進んでいくっていう。進んで周りも見えないから進んで鍵ってガチャガチャってお祈りして帰ってきたんだけど、スピリチュアルな体験、いや貴重な体験だった。くるっと見れたね。食べたかったおやきも食べれたね。食べれたし、階段巡りもできて、面白かった。満足できた。一生に一度来れました。もうこれで私たちは天国確定ですね。極楽浄土に行けるね。よかった。帰ろっか。大王わさび農場に来ました。来てみたかったところだ。早速中入っていきましょう。早速本わさびのソフトクリーム食べてるの。どんな味なんだね。なんか最初は普通のソフトクリーム、ミルクソフトクリームみたいな。でも後味がなんかわさびの風味がそんな強くないんだ。じゃあ、おいしい。結構おいしい。食べやすい。全部に黒い日よけついてるけど、下を見てみると水がめちゃくちゃ綺麗。そう透き通ってるよ本当に。ね、透き通ってるよね。あんな綺麗な水の中で育つんだって、このわさびは。うまく土地のあれを生かしてるんだね。そばもそうだけどさ。ね、すっごい綺麗だね。透明だ。この中にこう自分がうずくまりたい。流されたい。わさびになるの。わさびになりたい。気持ちよさそう。なんか歩いてたら、これ北アルプスの雪解け水だって。飲んでみたくない？飲んでみたい。百名泉のお水です。湧き水が飲めるんだね。そう、ちゃんと満杯までね。美味しい水だ。雪解け水ってこんな感じなんだ。キンキンだね。後味も何もない水だからね。美味しい。美味しい水って感じだ。美味しい水、本当。イエーイ、ゲットしました水。綺麗だねこれ。綺麗。こっちからだったらさ、よく見えるね。ね、この反対側、さっき言ったところと反対側ね。わさびって埋まってるんだよね。で、水に浸かってるような感じなんだろうね。こんな綺麗な水にずっと浸かられるってさ、幸せだね。気持ちいいだろうね。ねえ、気持ちいいと思う。ぶわーって向こうまでずっと続いてる。ねえ、すごい量だね。本当に。日本一大きいって言ったんだっけ？平地のわさび農園としては日本最大らしいよ。この日よけはなんか5月から10月ぐらいまではこうやってるんだって。やっぱ太陽の光が強いから。強すぎるのか。ずっと綺麗なところばっかり行けてる。緑が多いよね、長野県。そうだね。明日も絶景三昧だ。明日が一番もう念願のだよね。そう、1年越しのです。1年前に行きたいと思ってね、ずっと行きたかった上高地。そう、上高地です。さあ、夢の架け橋を渡って帰りましょう。かっこいい終わり方だ。
結構近いね、バス停から。すぐだね。うん見てすぐだ。おお、絶対綺麗なのがもうわかる。おー、すごい。すごい。うわー、すごい。すごい。これが一夜にしてできたってすごいよね。あ、これが火山の噴火で。そう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 。噴火で川がせき止められて一夜にしてできた川です。池です。大正池。圧巻です。ちょっと肌寒いよね。肌寒い。肌寒いっていうか寒い。さ寒い。6月の初旬。まだ6時とか。朝の上高地は寒い。静かだよね。本当に鳥のさえずりと、ね。川がさ、流れがさ、めちゃくちゃゆっくりだからさ、ちょろちょろちょろっていう湧いてる水の音と、ぐらいだよね、聞こえるのは。マイカー規制もそういうのもあるんだろうね。だろうね。音とも楽しめるよね。自然を守るってこともうんうん、特にあるだろうけど。いいね。ねさっきの大正池から見えたけど、ここからだったらもっとさ、大きく焼けだけ見える。これが噴火してそう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 。 1日でさっきの大正池ができたと。そう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 。これも大正池が下に見えてる。そうだね。これも大正池だ。あ、枯れ木がめっちゃ近くに見える。ねえ、本当だ。うん。うわ近い。あ、うわー、でかいな。あ、光が出てきた。日が出てきた。あったかい。あったかいね。あったかい。川の水が透き通ってる。綺麗だね。ああ、太陽の光が入ってきてねえ、木漏れ日がすごい綺麗な。綺麗。すごく近くで聞こえるね。近いどこにいるんだろう。ね。めっちゃ近いよ。すぐ近くで聞こえるんだけど、姿が見えないんだそうよね。姿が見えないんだよね。さっきから姿を現してほしい。ほら、めっちゃ近い。ね、近いよね。どこにいるんだろう。あ、いた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 。見た？あ、外寝る。ちっちゃい時ほら。ピューピュー言ってる。あ、本当だ。いいね、これ。いいね、この朝からウォーキング。ね、気持ちいいね。気持ちいい。空気が澄んでる。本当にこの間の白駒池みたいな、あとか言ってたら、こちらも。あ、本当だ。おお。あ、大正池はもうちょっと向こうか。大正池で最初のところじゃないの？あ、田代池だ。田代池。田代池だ。これはまた違うところか。おお。こっちが田代池じゃないかな。おお。あこんな感じなんだ。浅いんだね。ねえ。浅いんだね、本当に。あ、見て。カモさんがいる。ずっと食べ物を探してる。あ、ちっちゃいなんか魚というか泳いでるね。泳いでる？あ、本当だ。一方向に向かって一生懸命。ね、本当に自然と共存してるって感じだね。鈴佐川コースに行くコースか。林間コースに行く。これは？でも本当なんかもう行けないみたい。あ、木が。本当はこう分かれて、本当は向こう行きたかった。あ、そうなの？今は行けないんだ。あずさ川のコースは。
木の道が流れちゃってる、進入禁止になってる、ちょっと川の流れを見ながら進みたかったけど、仕方がないぞ、あ、またクマベルだ。クマベルだ。上高地の語源、いくつか説があるみたいなんだけど、俺がへーって思った。上高地って漢字があるじゃん。上に高いに地面の地、場所のね。それを神様が降りる地って書いて上高地っていうらしい。そっちの方がいいんじゃない？かっこいいよね。そう。これなんでそうやって呼ばれてるかって言ったら、やっぱりこの大自然が神々しいっていうまあ理由は確かにっていうのもあるし、ここの穂高神社っていうのがあるみたいなんだけど、そこにやっぱり神様が降りるっていう信仰があるみたいで、そう上高地の神様が来る地っていうことで上高地、そう神が降りる地って書いて上高地、そこから神が降りる地がなまって、そうやって変わっていったんじゃないかっていう説もあるみたい。そうと思ったよ。面白いよね。神が降臨する地の感じかっこいいよね。の方が良かったんじゃないね、かっこいいすごく。確かに神が降りそうなところだ。だってこの上高地はさ、国の特別名勝と特別天然記念物の2つに二重で指定されているってかなりレアらしいよ。これ日本に5カ所しかないんだって。5カ所？よく絶滅危惧種がさ天然記念物っていうじゃん。そう、天然記念物よりもさらに、世界的に見ても類を見ないような非常に希少で重要な自然のものを特別天然記念物っていう昇格されるらしい。そうなんだ。そう、そこにも指定されてるっていうのはかなりすごく貴重なところみたいね。そんなところを歩けてるんだ。そう、上高地はさっき言った焼岳とかの噴火してる地形だったり、氷河時代から残るその動植物も残ってるみたいで、それこそ日本カモシカだったりは氷河期を生き抜いた哺乳類の一つみたいな。そうなの？黒山椒魚だったりもいるみたい。知らなかった。そう。黒山椒魚ってなんかね、ツアーでなんか見れるらしいよ。上高地のツアーで。あ、そうなんだ。書いてた。おお、綺麗。エメラルドブルーに雪山の白に岩肌が見えて、新緑の緑が生き生きしてて、本当に絵に描いたような景色だね。本当だ。美しすぎる。やっぱすごいね、自然って。これはみんな来たくなりますわ。あ、こっちからちょっと下降りれるかな。危ないかな。でも道があるね。気をつけて。なんかニュージーランドでもさ、ちょっと車進めたら止めて、あー綺麗って写真一緒だよね。一緒、わかるわかる。ちょっと一歩歩いたら、あー綺麗ってそうそう。撮りたくなる。時間かかるね。なかなか前に進めないの。わかる。見どころがずっとあるって感じだね。大きい目で見たらこの日本アルプスとかあるしけど、近寄ってみたらさ、倒れてる木だったり、鳥だったり、倒れてる木から生えてるキノコもあったしさ。本当に見る場所で全然顔が違うよね。世界が変わってるね。本当に。すごい。ウェストンさんだ。誰？ウェストンさん。ウェストンさん知らないの？知らない。ウェストンさん知らんの？皆さんご存知ので言わないで。ウェストンさん。ウェストンさん。知る人ぞ知るなんじゃない？私もまあそんな知らなかったけど。石に埋め込まれてるんだ。そうだよそうだよ。日本でこう登山って修行のための登山だったんだって。登山っていうものが。そう。でもウェストンさんが観光をするための登山に観光化したんだ。修行を。そうそれを日本に持ってきてくれたんだって。ああ、海外ではそれあったんだけど、それを日本に伝えたんだ。それでこの上高地を広めてくれたの。そう観光地化してくれたんだって。すごいね。ウェストンさん会いたかったです。それいけるの？すごいねそれ。すごいねそれ。すごいでしょ。結構歩いてきたね。歩いてきた。
かっぱ橋が見えてきた気がするぞ。あ、そう。あれだよね。おー。あ、これがうん、かっぱ橋だ。これがパッパシ。うんうんうん。やっぱりかっぱ橋の周りは人いっぱいいるね。本当だ、多い。多い。ここでご飯屋さんとかもあるんだけうん、たくさんある。ど。うん、あ、本当だ、こっちもあるじたくさんホテルもあるし、軽食屋さんもあるし、レストランも多分あるはず。大古寺いたね。ゃん。そう、さっきおこじょがちょっと一瞬だけで取れなかったけどね。そう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 。道を横切ってきたね。横切ってたね。あんな人が多いところで通ってたらさ、もしかしたらね、また出会えるかもしれない。ね。うん。おお、これがかっぱ橋。そう、かっぱ橋到着です。到着です。うん。ああ、揺れてるねこれ。綺麗。すごいね。うん。こんな斜面まで見れるとは。ねうん。雪がまだ残ってるのが綺麗だえ。すね。ごいな。よく見えるね、ここ。うん。すごい。高くなってきて、本当空気が美味しい本当に。ね、上高地の環境は高さ1500メートルとかうん。湿気の感じとかはうんすごく人間に適した環境らしい。住みやすいなってあ、そうなの。高く感じるけど、へえ。ちょっと寒いけどね。寒いよね。体感としては。結構寒いけどね。そう。でもそうみたい。へえ。ここでちょっと軽食取ってで明神池の方までまた歩く。そうだね。うんちょっと腹ごしらえしようか。そうしよう。美味しそう。山賊焼きです。山賊焼きと安曇野の飲むヨーグルト。うん、美味しそう。修学旅行生かな。後ろで楽しそうにしてる。記念撮影してるけど。美味しい。それは安曇野の飲むヨーグルト。飲むヨーグルト。いただきます。うん。美味しい。もりもり。あ、そう。肉厚。あ、そう。よかった。うん。休憩したから今からまた明神池行きますか。行こうか。うん。お、人がいるところには絶景があるはず。あ、本当だ。おお。そう、ここ岳沢湿原だ。合ってる合ってる。綺麗なとこだね。ねえ、綺麗。ここもまだ岳沢湿原続くね。ここ、うん、岳沢湿お、綺麗だね。ここが一番綺麗な場所だはず。あ、これ。奥行きがあって綺麗だね。うん。綺麗。
岳沢湿原すごかったね。すごかったすごかった。いろいろ予習して見てきてたから。ね。よかった行けて、しかも合っててよかった道が。ね、そう道が。かっぱ橋を渡って、上高地の白樺荘。白樺荘側を進んでいけば。進んでったら見えたよね。っていうかさ、ここさ、世界観すごくない？ね。ここもやっぱりジブリ感はあるよね。なんか奥深くに来ましたっていう感じがあるかも。でもやっぱりさ、2日前に行ったもののけの森、あそこはあそこの方がやばい。あそこ森としてはもうすごくすごいんだけど、もののけ姫の世界観っていうと、あっちのもののけ感がすごいっていうか、すごかった。ジブリの世界観に浸りたい方は動画を撮ったので、そっちちょっと見てもらって。白駒池か。白駒池の動画の中にね出てくるもののけの森っていうのが本当にジブリの世界観っていうか、また違った凄さがあるね。猿がいる。現れたね。現れてしまった。もう気をつけないとちょっと危ないよ。猿だ。猿が。あそこにもいる。食べてる。本当だ。3匹いる。すごい。めっちゃいる、ヒロくん。本当だ。すごい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 。たくさん現れてる。ニホンザルかな。ニホンザルなんじゃないかな。赤かったよね。顔が赤くて。猿続々と出てきてびっくりなんだけど。めっちゃ出てくるんだけど。これ何かを食べてるんだと思うんだけど。何を食べてるんだろう。すごかった。なんか何か食べてたよね。そう。中で。さっき見てたんだけどね。こっちの葉っぱとかをむしゃむしゃ食べてた。そうなんだ。お腹減って出てきたのか。あんまり人間を恐れないんだね。人間の方が怖がってたよ。人間の方が怖かった。あんまり珍しいからさ、だってびっくりした。もうこっちの猿は慣れたもんだね、人間も。もう堂々と横歩いてたね。面白い。鳥居が現れた。人多くなってきたね、本当に。コールが近づいてるかもしれない。こっち行ったら明神池だ。結構歩いたね。平坦な道だけど距離はまあまああるように感じるね。距離まあまああった。イワナのところだ。食べたい。そう。ここ結構人いるけど。並んでる。食べれるかな。ちょうど12時5分。ちょうど。お昼時だね。食べたかった。丸かじりできるイワナ。さっき向こうでね焼いてるの見えてきたね。すごかったね。出来がすごかったよね。ありがたいよ。行くよ。食べるよ。尻尾から行く。香ばしい。柔らかい。骨は全然気にならない。気にならない。すごい。美味しい。美味しい。幸せだ。美味しかった。めっちゃ美味しかった。塩加減がめっちゃ良かった。すぐ近くにあるんだね。穂高神社。もうほんとすぐだ。穂高神社着きました。本当だ。もう着いた。すぐだね。出てる。やってきた。さあ行きますか。参拝料が500円ですね。500円か。おお。ここ。
自然が作る景色ってこんなにも感動させられるのなんでだろうって思いながら、よかったなあ。上高地さらばするのか。寂しいけど帰りますか。最後の見納めだ。また行きたいところができたってさっき言ってたね。屋久島屋久島、鹿児島の、そう上高地がさっき言ってたさ、特別天然記念物と特別名勝の2個に認定されてるのは日本で5カ所しかないっていう、そのうちの1つが屋久島って言ってで上高地もでしょ、だから屋久島行く選択肢オンリーでしょ。そうかまた行きますか。行きます。タイミングを見てね。はい、皆さんぜひ上高地に来てくださいよかったよ本当に。いい日になったね。いい日になった。本当に今日もいい日だった。さようなら上高地から。バイバイ。Pushing me to try, even when I'd rather hide. I don't have to be the best to give my busy mind a rest. I'm learning how to just be kind to this messy heart of mine. La da 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 da. Today I walked with jealousy. We talked a bit, just her and me. She didn't yell, she just sighed, and I thought maybe I'm not so